妊娠・出産を経て、新しい生活が始まりました。毎日は少し慌ただしく過ぎていきますが、立ち止まると小さな幸せに気づけます。今日はまだ慣れない日々の中で小さな楽しみを見つけながら過ごす時間をお届けします。Bluetooth mode.子供たちを保育園に送ってきました。ちょっとリビングを片付けて一休みしようと思います。最近ハマっている漫画を読む時間。そのお供に今日はコーヒーを入れようと思います。これは去年家族で沖縄を訪れた時に出会ったもの。スヌーピー好きにはたまらない。思わず手に取ってしまいました。先日話題の鬼滅の刃の映画を見に行ってきました。2ヶ月の娘がいるので、夫と一緒には行けず交代で、最初は夫が見に行って、その後私が見るというスタイル。映画を見た皆さんは何の特典を手に入れましたか？私は炭治郎と富岡さんのクリアカードでした。無限列車編の時は私しか見ていなくて感想を共有できなかったけれど、今回は同じ映画を見て一緒に語れるのが嬉しい。お互いに感じたことを話しながらその余韻に浸っています。映画の熱が冷めないうちにもっと深く物語を知りたくなって、広島にいる姉から漫画を送ってもらいました。行動の早い姉のおかげで次の日には届きました。ページをめくると映画やアニメでは描かれなかった裏話や細かい部分に触れることができて、とっても面白いです。この世界観を描ける原作者は本当にすごい。映画館で聞く音響も圧巻なので、まだ見ていない方はぜひ体験してみてほしいです。先日の動画でも簡単に報告しましたが、我が家に3人目の子供、小さな女の子がやってきました。37週ちょうどでの出産でした。生まれた時はまだ力が弱く、ミルクを飲むのも大変そうで、体重がなかなか増えず、娘だけ入院を続けることになったのは正直辛かった。入院中頑張ってミルクを飲んでくれて、体重が少しずつ増えたので、10日後無事に退院できました。嬉しくて胸がいっぱいになったのを覚えています。
今は1ヶ月半、母乳もよく飲んで元気に育っています。小さな体で一生懸命生きようとする姿にただただ感謝。これからは動画にも時々登場するかな。どうぞよろしくお願いします。スーパーでよく見かけるようになった桃。今の季節は甘みも濃く、栄養価も高くて、授乳中の私にはぴったり。まずは桃のコンポートを作ってピーチソーダに。インスタで仲良くしてくれている友達がこのレシピを作っていて、見ただけでよだれが出そうになってしまった。もう一品は桃と生ハム、モッツァレラチーズのカプレーゼ。正直、果物と生ハムを合わせることに抵抗があって、今回初挑戦。出産を終えて生ハムやチーズをまた食べれるようになった今、挑戦のタイミング。どんな味なのか楽しみです。From my window, sun's coming up like the day before. You're like a stone on my pillow. I don't make a sound when I shut the door. You don't have to wake up yet. We can spend have a Netflix marathon, Kenny G saxophone. We'll order in a bunch of food. I'll put your favorite music on all the way baritone. Yeah. Shut the lights, go infrared. We can spend all day in bed. I'll give the wine and the corkscrew. You don't have to do one single thing. You don't know how much I want you. Just looking at you makes my whole world spin. You don't have to wake up yet. We can spend all day in bed. I'll put the TV in the room. We'll have a Netflix marathon, Kenny G saxophone. We'll order in a bunch of food. I'll put your favorite music on all the way baritone. Shut the lights, go infrared. We can spend all day in bed. パンやスープも添えて、桃を主役にしたちょっと贅沢な食卓が完成しました。鬼滅の刃の世界に心を動かされ、赤ちゃんの成長に勇気をもらい、旬の桃で日常に小さな幸せを足していく。
そんな一日を過ごしながら思うのは、慌ただしい日々の中でも小さな幸せやほっとできる瞬間はあるということ。今後の暮らしも有意義なものとなるように、小さな幸せを逃さないようにしようと思います。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録とグッドボタンもよろしくお願いします。また次の動画でお会いしましょう。